はい、皆さんおはようございます。それでは Writing Weird Code 奇妙なコードを書くということについてキーノートさせていただきます。ペンと申します。よろしくお願いします。まず最初に軽く自己紹介。インターネット上では TOMPNG というアカウント名で活動しています。本名友谷石田です。そして石垣島で生まれました。右の地図の赤い点あたりに住んだことがあって、そんな沖縄でキーノートできてすごく光栄に思います。あと今年ゴールドスポンサーしているコードタクトという会社で働いています。あと Ruby に関係するところだと IRB リラインのメンテナーチーム4人のうちの1人で、最近だと IRB に型機能を使った保管機能を実装したりしました。こんなふうにメソッドチェインしてたり、そのブロックの中で定義したローカル変数にもちゃんと保管が効くようになります。でこちら IRB-タイプコンプリーターで使えるんですが、追加で必要なジェムがあって、このオプションを使って起動してみると何が必要なのかっていうのが出るので、ぜひ試してみてください。あと IRB のヘルプにも出るので、この機能があるっていうことだけでも覚えて帰ってもらえたらなと思います。あと今日の発表に関係するところですと、トリック2022っていうコンテストで金賞を受賞しました。でそのトリックが何かちょっと説明させてください。トリックっていうのは Ruby 会議で数年に1回不定期に開催されるすごく奇妙なプログラミングコンテストで、審査員が驚くような、感動するような、笑うような、そういうコードを提出するっていうものになっています。2013、15、18、22年ときて、次いつ開催されるんだろうなというところなんですが、そのトリックで金賞を受賞したプログラムがこちらです。でこちらのプログラム実行してみると、魚が水槽の中を泳ぐんですね。でただ泳いでるアニメーションを表示しているだけではなくて、これを途中でプログラム止めてコピーして、これを Ruby として実行すると、今この瞬間この場所から魚が泳ぎ始めると。つまりこのアニメーションすべてのフレームがその瞬間からアニメーションが再開するっていう実行可能な Ruby のプログラムになっているっていうものです。でもうちょっと解説すると、クワインっていうものがあって、プログラムとその出力が全く同じような、そういうプログラムのことをクワインって言うんですが、その中でも僕はアニメーションするクワインが好きで、こちらは普通のノーマルなアニメーションクワインです。全てのフレームが実行可能なクワインになっているんですが、仕組みとしてはここにの現在の状態、今だったらこの回転している角度とかを表す変数があって、あと全てのフレームが実行可能っていうのは %w っていう記法を使って間にある空白とか会議を取り除いてイーバルしていると、そういうふうな仕組みになっています。さてこの普通のクワインとのアニメーションクワインと先ほどのゴールドメダルクワインを見比べると、なんか違いが分かりますか？左の方はすごく文字が動くので、すごくちらつくんですね。一方で右の方はそういうちらつきは一切ない。あと今の状態を示してそうな変数とかもどこにも見当たらないと。で仕組みとしてはこの辺にエントリーポイントがあって、最初に実行されるところがあって、こちらがこの水槽の縁と間に区切り文字の大文字の X っていうのが入ってるんですけど、その外側に誤り訂正をするコードがあって、それが中のこの空白に置き換わって壊れたコードを修復します。で修復されたコードのこの辺りにシャープ、その後ろがコメントになってるんですけど、このコメントの中に誤り訂正用の冗長化データが入っているので復元できると。でこれで全てのフレームが実行可能で、アニメーション再開する部分はこのアニメーションが960フレームのループになっているので、今何フレーム目かっていうのが特定できればいい。そのために下から湧き上がってくる泡の位置を使っています。はい、なかなかトリッキーなコードなんじゃないかなと思いますが、僕は普段こんなトリッキーな作品みたいなプログラムは書いてないんですよ。その代わりこんな感じの短いコードを書くのを趣味にしています。で今日のトークではこういう短くて奇妙なコードを書くっていうのがどう楽しいのか、で書くことによってどういう効果があるのか、どういう影響があるのかっていうのをたくさんのコードとともに紹介しつつ、トークの後半では
沖縄で開催される Ruby 会議2024のためにトリッキーなコードを書くっていうのはどういうことなのかっていうのをお見せできたらなと思います。では先ほどの3つのコードちょっと軽く解説だけしておくと、1つ目は括弧3つをピリオドでつなげてシンタックスバリッドになるような例を探してみた。2つ目は、Ruby のリポジトリによくコミットしている Matsbot っていうボットがいるんですけど、そのアイコン顔文字をたくさん含んでいるっていうコードになります。この2つは今回の発表ではあんまり話せないので、興味がある人は解読してみてください。そして3つ目、これはパーセントがたくさんつながって連続しているものなんですが、こちら Ruby として実行可能な、実行すると空文字が返ってくるっていうプログラムになってます。こういう記号の繰り返しをちょっと深掘りしてみようと思います。これどうなってるかっていうと、 Ruby にはパーセントストリングリテラルっていうパーセント括弧でくくって文字列になるっていうリテラルがあるんですが、その括弧は他の記号も使えるんですよ。びっくりマークだったりパーセント記号自身も使える。なのでパーセント3つっていうのはそのパーセントストリングリテラルの空文字になると。あとストリングにはパーセントっていう文字列フォーマットのメソッドもあるので、最終的にパーセント3つで空文字1つでフォーマットの繰り返しになっていると。こんなふうに Ruby だと4の倍数プラス3個のパーセントの繰り返しっていうのはシンタックスバリッドになるっていうことですね。はい、で他にもこんなふうに記号を繰り返して使えるっていうものはいくつかあって、例えば単項演算子はいくつ記号をつなげても OK ですよね。その他にも個数に制限はあるんですけど、何個かだと記号を繰り返して使ってもシンタックスバリッドになるっていうのがあって、例えばスタリスク A.**B はピリオドでのメソッド呼び出している掛け算、2つだと類乗、3つだと引数なしの類乗との掛け算とか、4つだと類乗と類乗と。でちょっと面白いのが、間にスペースを入れると解釈がちょっと変わってキーワード引数渡しになると。あとは不等号とかも同じような感じなんですけど、5つだとシンタックスエラーになるんですが、6つだと最後の3文字がヒアドキュメントになるっていうところがちょっと面白いんじゃないかなと思います。次ピリオド A.B、A.B メソッド呼び出しとレンジなんですけど、5個6個8個9個とかだと、レンジの集単が別のレンジになっているっていうふうに解釈されます。でちょっと注目してほしいのがピリオド4つの時、これって何パターンか解釈できなくもないような気もするんですけど、そんなふうに解釈されても別に嬉しくないので、パーサーっていうのはこういうエラーになってほしいコードをうっかり解釈してしまわずにちゃんとエラーにするっていうのも役割なんじゃないかなと。大事な役割ですね。で次こちらの文字列を見てください。これはパーセントはてなプラスマイナスの記号を本当にランダムにデタラメに並べただけの文字列なんですけども、後ろにちょっと書き足すとシンタックスバリッドな Ruby のコードになります。何が起きてるかっていうと、パーセントっていうのはパーセントストリングリテラルでもあるし、二項演算子のパーセントでもある。ハテナは文字リテラルっていうのがあるんですけど、それと三項演算子のハテナと、プラスマイナスは単項演算子でも二項演算子でもあるし、全てのこの4つの文字全てがパーセントストリングリテラルのデリミーターにもなる、文字列の中身にもなる、文字リテラルの中身にもなると、それぞれの記号が5つくらいの役割をしているっていうコードになります。あとスラッシュもこの仲間に一見入れれそうな性質を持ってるんですよ。正規表現にも使えるし割り算にも使える。なんですけどこちらのコードシンタックスエラーになるんですよ。正規表現としてスラッシュプラッシュスラッシュっていうのがシンタックスエラーになってしまう。これは何でかっていうと Ruby は正規表現でマッチしたところをローカル変数定義して代入するっていう機能があるので Ruby のコードをパースするときに正規表現の中までパースするっていうそういう仕様があるからです。なのでスラッシュはこの仲間に入ることはできませんでした。残念。さてこんなデタラメなコードなんですけど、こんなコードからも得られる教訓っていうのがあるんですよ。プログラムっていうのは先頭からだと比較的読むことができる。パーセントプラスから始まるのであれば次のプラスまではパーセントストリングリテラル、その次にパーセントが来たら今度はそれは二項演算子のパーセントだと
なんですけども、途中からプログラムを読むっていうのはこれなんとなく分かりますよね。不可能だと。途中に出てきたパーセントプラスが何なのかっていうのは先頭から読み直さないと分からない。実際 IRB の中にはパースされたトークン列を途中から後ろ向きに読むっていうことをしているところがあって、こういう途中から読むっていうのが無理だろうなっていうのが念頭にあると、なんか怪しいことしているなと気づけて、それに関連するバグを直すことができたりします。では次行きましょう。ヒアドキュメント。ヒアドキュメントはこんなふうに複数行の文字列を書く構文なんですが、普通のヒアドキュメント、チルダを使ったインデントできるヒアドキュメント、クオートを使った開始と終了文字列を割と自由に決めれるヒアドキュメントとかがあって、これを使ってもこんなふうによくわからないコードを書けるんですよ。なんか同じ機能が連続していたり、右の方は Ruby にあるイコール begin イコール end っていう複数行コメントに見えるけど全然そんなことはないっていうコードを書けたりします。あとヒアドキュメントでちょっと特徴的なのが閉じる順番です。こんなふうにヒアドキュメントとカッコが同じ行にたくさんあったときに、カッコの出現順番とは関係なくヒアドキュメントが出てきた順番にこう1、2番目 B、C、D と閉じて、カッコの方は後ろ出現したのと逆順に閉じていくと、こういう仕様なんですけど、IRB の 1.7 まではこれをうまくインデントできなかったどころかヒアドキュメント閉じることもままならなかったっていう問題があるんですが、 1.7.1 からは理想的とまでは言わないまでも一貫した形でインデントできるようになりました。ちょっと注目してほしいのが真ん中の方 C のヒアドキュメントなんですけど、これだけチルダを使っていないのでインデントできない。で一番左に寄せなきゃいけないなんですが、そのヒアドキュメントを閉じるとまたインデントが元に戻ると、そういうのもちゃんとできるようになっています。あともう一つヒアドキュメントで面白いなと思うのが、正規表現とか文字列とかのリテラルを半分に分割する、間に無理やり割り込んでくるっていう性質があります。でこれとあとシンボルリテラルってコロンの後ろにバックスラッシュ書いたら開業を入れるっていうことができるんですけど、その2つを組み合わせるとこうシンボルのコロンと本体の間に別のシンボルが入ってくるみたいなコードを書くことができます。でこちらのコード IRB は全部黄色くなってしまうっていう感じでうまくカラーリングできないっていう問題があるんですが、ちょっと本当にこんなコードを書かないと再現しないことなので、これだけのためにメンテしにくいコードを入れるのもなと思って、低いコストで簡単に直せれば直したいなと思っているところです。はい、あとは IRB のカラーリング関係だとIRB、バインディング .IRB って書いた周辺行を表示する機能があるんですけど、ヒアドキュメントのうちシングルクォートを使ったものの中はエンコーディングとしてインバリッドな任意のバイト列を書くことができる。あと他にもコメントとかアンダースコアアンダースコアエンドの後ろとかはそういうことが書けるんですけど、こういうコードのカラーリングに失敗するっていう問題があります。こういうコードを書くのは一見僕しかいないんじゃないかなと思うかもしれませんが、ファイルのエンコーディングを間違えて保存した時とかに起こりうることだったりします。直したいですね。さてじゃあエンコーディングつながりでエンコーディング関係でちょっと面白いコードを紹介しようと思います。Ruby は変数名にユニコードのいろんな文字絵文字とかを使えるんですが、ある時この四角で囲んだ2っていうこの絵文字はインスタンス変数に使えないっていうことを聞いたんですよ。これなんでかっていうと、この絵文字の2っていうのは、ASCII の2とあと残り2文字3文字の結合した文字になっているから、数字は変数名の先頭に使えないと、それはそうという感じなんですが、そんな感じで ASCII 文字が先頭に来るような絵文字がこう12種類あって、これを使うとこんな感じのよくわからないコードを書きました。これ3を代入して 2×3 をしてるはずなのに8が返ってくるとこれはこの絵文字を3文字にばらしてやると比較的読みやすくなります。3を代入してるっていうところまではまあ大体合ってるんですけど、アスタリスクは2つくっついて類乗になってた、2の3乗なので8になった。あとこの絵文字のシャープはこれ先頭がシャープで始まるのでコメントの開始記号に使えると
使わないでください。こんなふうに一つの絵文字が遠くに分けた時に複数の文字にバラバラに分割されてしまうっていうことがあるので IRB はこういうのもちょっとカラーリングに失敗することがあるんですが、これはちょっとこの文字が悪いんじゃないかなと、困った文字もあったもんだなと思います。あと困った文字ですとユニコード以外にもシフトJISとかいくつかのエンコーディングにそういう困った文字があるっていうのが知られていて、シフトJISでバイト列として見た 2バイト目に鍵括弧とかバックスラッシュとかそういうのが含まれる文字がある。でこういうのを知っているとちょっといろんなところ正規表現の中とかいろんなところで使ってみたくなりますよね。で実際にプリズムのテストコードの中には下のようなコードがあります。これは何しているかっていうと正規表現でマッチした部分をローカル変数 A、B を定義して代入しているっていうコードなんですが、中に含まれている文字バイト列として見たときには鍵括弧があるんですよ。それを本当に鍵括弧だと誤認してしまうとローカル変数 A の方が定義されない、そうならないということをテストしているコードになります。では次、正規表現の話。正規表現も単体でもいろいろと面白いコードが書けて、有名なところだと素数判定できる正規表現、文字列の長さが素数かどうか合成数かどうかの時にだけマッチする正規表現を書けたりします。で他にも文字列の長さがフィボナッチ数の時にマッチするような正規表現とかを書けたりします。これはあまり Ruby 関係ないところなので飛ばします。Ruby 関係するところだと正規表現でマッチしたでローカル変数定義するこの機能ですね。である時僕下のコードを見てふと思ったんですよ。方程式 2x プラス1イコール7を解いて x が3になったら面白いんじゃないかと。別にこれができても何も便利じゃないんですけど、そう思ってしまったんですね。はい、そしてこんな感じのコードで実現できました。これをやるにはこの連立方程式解けるんですけど、解いた結果 x と y を代入するためにこの場所のバインディングオブジェクトが必要になる。でそのためにこんなふうにやりました。まず一番右、数字のチルダメソッドを上書きして、この8と9を一時的にどっかに対比して何かしらオブジェクトを返すようにします。でそのオブジェクトのチルダメソッドでバインディングを返そうと。普通にdef使って定義してもこれはできないんですけど、オブジェクトにもともと定義されているバインディングメソッドをチルダにエイリアスしてビジビリティをプライベートからパブリックに変えるとできるようになりますで最後にこの引数に渡されたバインディングと、右辺のどっかに保存した8、9と、あとは正規表現の中の文字列から取り出した連立方程式のパラメータ2、3とそれの組を返すようにしてソルブメソッドで解いてバインディングドットローカルバリアブルセット、これでできるようになります。だいたい右くらいの分量のコードで左のようなコードができるようになると。はい、こんなふうに Ruby っていうのは Ruby の文法自体を変えなくても、要は parse.y を書き換えたりとかしなくても疑似的な構文のようなものを定義するっていうことができるんですね。でそれがどうやったらできるのかっていう考えるのはすごく頭の体操にもなるし楽しいと。こんなふうに Ruby すごく表現力が高い言語なので、僕がさっき見せたのはすごく役に立たない例なんですけど、ちゃんと役に立つすごく便利な DSL っていうのが Rails や RSpec とかそういうところでちゃんとうまく使われているんですね。Ruby のいいところです。では次、定数の参照。これもちょっと面白いところがあって、こちら A を2倍して A に代入すると A に再代入が起きるから再代入のワーニングが常に起きるんじゃないかなと、そんなふうに見えるような気がするんですけど、こんなふうな例外があります。でモジュール M の中で Ruby バージョンを2倍してるんですけど、このモジュール M の中には Ruby バージョンっていう定数は定義されていないので、トップレベルの Ruby バージョンが参照されてそれを2倍すると。それを初めてモジュール M の中の定数に代入するので再代入は起きていません。で実際にトップレベルの Ruby バージョンも書き換わっていないと。でこんな感じのことをしているテストIRB の型保管のライブラリのテストコードにはこんな感じのことをしているコードが含まれていたりします。あとクラス変数、
クラス変数、これもなかなか面白いところがあって、こちらのコード@@a に最終的に何が入るのかっていうのは上から順番にゆっくりと時間をかけて読めば分かるんじゃないかと思うかもしれませんが、そんなことはないんですよ。まずクラス B をオープンクラスしているところ、これ B がもともとシングルトンクラスのことがありえます。その時はこの何がはい、そして C のシングルトンクラス、こちら C のシングルトンクラスがシングルトンクラスではないことがあります。ニルとトゥルーのシングルトンクラス調べてみてください。シングルトンクラスではないと。その結果一番最後の@@a のこれは123どれにでもなり得るとの状況によって変わるとわからない。で、そう Ruby のプログラム自体を解析するようなプログラムを書く場合っていうのはこういうのを真面目に取り扱うか、これはやらないと、そういう決断を求められるわけですね。さて今までいろいろちょっと見せたようにある種のバグとかそういうのは奇妙なコードを書かないと見つけられないということがあるんですよ。そしてじゃあそういうものに対するテストコードどうなるかっていうと、奇妙なコードでしかテストコードを書けないということがある。オープンソースの中にはこういうテストコードの中に下に見せているような奇妙なコードっていうのが実際にあるんですね。言い方を変えると奇妙なコードが実用化されていると言えるんじゃないかなと思います。で、今までのところちょっとまとめると、こういう奇妙なコードを書くっていうのはすごく楽しいパズルと頭の体操にもなる。そして Ruby について深く理解することができたりする。あとは奇妙なコードを書いて奇妙な挙動を見つけるっていう形で Ruby にコントリビュートするっていうことができることもあれば、 Ruby について深く理解できた、そのこと自体によって何かしらコントリビュートするきっかけが生まれるかもしれない。実際僕の場合は IRB にトリックで入手したコードを入れてみたらインデントがおかしくなった、いろいろとおかしくなった、そしてそれが案外直せそうだったと、そういうところから IRB リラインコントリビュートするようになりました。そういういい効果がいろいろあるので、皆さんもぜひ奇妙なコードを書いていきましょう。おすすめです。こちらで日々奇妙なコードを書くっていう日常のパートは終わりになります。では次、非日常パート。沖縄で開催される Ruby 会議2024のためにトリッキーなコードを書くというのは一体どういうことなのか、もうちょっと分かりやすい言葉で言うと、一人トリック2024開催しました。テーマは沖縄。トリックっていうのはファイルサイズに制限があるんですけど、今回ちょっと全然収まらなかったので制限なしでいかせてもらいます。6作品用意しました。それぞれ紹介していきたいと思います。1つ目モーストフローラルなコードがこちらです。こちらは沖縄の恩納村で撮影した鉄砲ユリの写真なんですけど、鉄砲ユリ、琉球ユリとかイースターリリーとかと呼ばれるユリなんですが、ちょうど今頃見頃らしいです。でも沖縄に自生しているし、どうやら原産地が沖縄周辺らしいんです。さて、なんで画像を見せられているんだ、コードじゃないのか、そう思ってますよね。こちらビットマップ画像でありつつ実行可能な Ruby のスクリプトなんですよ。中身こうなってます。まず先頭の54バイトがビットマップ画像のヘッダーです。で、画像のヘッダーにはファイルサイズとか画像の幅、高さとかが書かれているんですが、今回選んだ 180×138 だとこのファイルサイズ4バイトで表現したときにシャープコメントが現れます。なのでヘッダーの大部分はコメントとして無視される。で、次色のところ、その後ろはブルー、グリーン、R と色の情報が書かれているんですけど、ここには任意のバイト列を書けるので、つまり任意のコードが書けると。そこにアンダースコアエンドの後ろは元の画像とほぼ同じ色なんですが、 RGB の下位1ビットにのみ別のコードの情報を隠すようにしました。で、それとそのエンドの上はそこから下位1ビットの情報を取り出してイーバルするっていうデコーダーになってます。そう、画像の大部分
はあんまり変えずに下位1ビットに別のコードを隠しているので、こういう綺麗な風景のままなんですよ。じゃあデコーダーの部分は隠せてないんじゃないか、どうなっているんだ。デコーダーは左下にあります。こちらですで実際にそう隠せてない部分があるんですよ。ちょっと変な色があるんですが、なんか緑色してますよね。ここにデコーダーのメインのパートがあります。こちらのデコーダーのメインの左右の部分はメインのパートから空白を取り除いてイーバルしていると。つまりこの中にはスペース空白を任意の場所に入れれるようにしていて、このメインのパートがこうなってます。たくさん空白入れて色として解釈した時になるべく緑になるようにしました。あと注目してほしいのが真ん中の茎の部分、そこちょっと黄色く調整しましたはい、この画像ちょっと色と色彩を明るく調整してるんですけど、それは左下のデコーダーをなるべく隠すようにしたっていうのと、左下はちょっと書き足してより隠れるようにしています。ではこちらのコードを実行してみましょう。この画像の構図よく覚えておいてください。左に花、手前に草、右に岩、そして後ろに海と。こちらのコードを実行するとターミナルの中で先ほどのシーンがASCIIアートで 3D で表現されます。Ruby 会議2024とモーストフローラルなコードでした。では次行きましょう。モーストフレッシュなコードがこちらです。ちょっとこの会場の表にも貼られてたやつなんですけど、はい、このコードにともう一つ HTML ファイルを用意します。スクリプトタグの中にタイプはタイプイコールテキスト Ruby で SRC に先ほどのファイルを指定してブラウザで開くとこんな風なフレッシュなジュースの CM かと思いきや Ruby が出てくると。あとちょっとこの後注目してほしいのが、この後一瞬なんですけどコード全体が映るので、これはクワインのようなものです。はい、こちらの映像なんですけど、国際通りのこの辺に流れていたりするので、ぜひ見てみてください。ハッシュタグでもちょっと流れていたと思います。さてこちらなんですけど ruby.wasm っていうのを使っていて、これを使うとスクリプトタグの中に Ruby をかけます。で JS っていうのをリクワイアすると JavaScript の API が使えると。なのでこちらのモーストフレッシュなプログラムはそれを使ってブラウザのキャンバス API を使って映像を出しているんですね。デザインは Ruby 会議のページからちょっとお借りしました。でこういうプログラムを書くのすごく不思議な気持ちになるんですよ。Ruby 書いているのに普段 JavaScript で使うような API を使ってて、どっちを書いているのかちょっと混ざる、分からなくなる。でもやっぱり Ruby と、すごく奇妙で楽しい体験なのでぜひ試してみてください。あとプログラムからこういう繰り返しのある絵を描くっていうのはすごく簡単にできるんですよ。例えばシークワーサー、ゴーヤー、左にあるこれくらいのコードで書くことができたり、Ruby とか Ruby の周りのこの模様もこれくらいのコードで書けます。あと Ruby で絵を描く上で僕がすごく Ruby のいいなって思うところが複素数の存在なんですよ。複素数使うと二次元上の点を複素数で表せるっていうだけではなくて、複素数の掛け算は回転になるっていう性質があるんですよ。絵を回転させたいとかよくありますよね。そして下の2行で書いてあるコサインサイン、これが複素数の類乗っていうのを使うとこうたった1行ですごく短く書けるんですよ。書けるんですよ。そうすると元の SVG 画像のパスデータ、シークワーサーだけで 1.6 キロ、ゴーヤーが12キロ、ゴーヤーの外側のパスだけで4キロバイトくらいあったところが、映像全体を生成する Ruby のプログラムが4キロバイトを下回ると。僕としてはちょっと大きくなりすぎた気はするんですけど、4キロバイト下回るんですね。はい、そして Ruby の良さっていうのがこのプログラムを作る過程でもすごく活かせたんです。まずシナトラ全部使って開発用のサーバーを立てました。でそこでコードフォーマット API とスクリーンキャプチャー API っていうのを作って使ってみたんですよ。でフォーマット API
こういう ASCII アート化されたプログラムを作るっていうのはいきなりそういうプログラムを書くわけではもちろんなくて、ちゃんとインデントされた読みやすいコードを書いて、さらにそれをフォーマットするプログラムも自分で書いて、それのアウトプットが右のやつになっていると。こちらのコードフォーマット API すら Ruby 会議 .rb アクセスしたらこのフォーマットされたものを返す。これを使うと左の読みやすいコードを編集してブラウザをリロードするだけですぐにそれが反映されているという形ですごく楽に作れました。あとブラウザのHTML ファイルの方で time.now を上書きするっていうのができるんですね。でこの例ではアニメーションが10秒地点から再生速度半分で再生されるようにちょっと time.now をいじってみたものです。こういうふうにすることでアニメーションの微調整っていうのがすごくしやすいと。ある部分をすごくゆっくり見てちょっと調整するっていうのがしやすいっていうふうになりました。次、スクリーンキャプチャー API。これは送られてきた画像をただ単にファイルに保存するだけっていうのが API なんですけど、ブラウザの方から正確に30フレームパーセカンドでキャプチャーしてここに送るっていうふうに使いました。でそれをするにももちろん time.now を上書きすると便利と。こちらは、グローバル変数使って time.now が任意の値を返せるようにしました。そしてその time.now が呼ばれたかどうかもチェックできるようにした。time.now が呼ばれたっていうことはそれを使ってその時刻を使ってキャンバス描画されてもう反映されているというのを確認した後で canvas.toDataURL で画像化してサーバーに送る、そういうふうにしました。そうするとブラウザでページを開くとこうどんどん裏でファイルが保存されていくんですね。30フレームパーセカンド ×15 秒450枚の画像が生成されるので、それを FFmpeg コマンドとかで動画化すると。こうすることで普通にブラウザの画面をキャプチャしたときはなんかコマ落ちとかが偶然発生するかもしれない、そういうこともなく常にべき当な結果が得られるっていうのは嬉しいですね。はい、こんなふうに Ruby っていうのはすごくモンキーパッチしやすい言語なんですよ。そういう特性がモックしやすいとか、テストフレームワーク、テスト書きやすいとか、テスティングフレームワークの中とかでそういうところでうまいこと使われているわけですね。あとモンキーパッチすると影響範囲がどこまでいくかわからないと思うかもしれませんが、 Ruby にはちゃんと安全に影響範囲限定して安全にパッチするっていうリファインメントっていう機能があるっていうのもすごくいいところだなと思います。あと今回の発表だと影響範囲限定的にするっていう意味ではネームスペースっていうのがあってなんか気になるなと思っているところです。そして Ruby が WebAssembly に対応したということによって CRuby がブラウザで動くというだけではどうやらなさそうですよね。他のいろんな活用事例が今回見られますね。そして他にもいろんなプロジェクトがあるんですよ。 MRuby、MRubyC、BecoRuby でいろんなデバイスで Ruby が動くと。Ruby が至るところで動くっていうのはすごくワクワクするなと思います。はい、では次、モーストウェイビーなプログラムがこちらです。沖縄といえば海だと思うんですよ。でこちらのプログラムは打ち寄せる波に文字が流されていくと、白波かな、こう打ち寄せるそういう波を表現したものになるんですが、こちらのプログラム途中で止めてコピーしていつも通り Ruby として実行するとこの状態から動き出します。そういうアニメーションクワインだったんですね。はい、こちらのプログラムは文字が波に流されて動くんですが、水平方向にだけ動くようになってます。そして右からはみ出した分は左側から回り込むようになっていると。でそして全ての行に開始位置のマークがついているんですよ。なので流される前の状態にコードを戻そうと思ったらこうまず空白を取り除いて文字列2倍にして間のシャープの真ん中を取ると。他にもいろいろ方法あるんですけど、このくらいの簡単な操作で真ん中復元できると。こういうふうに全ての行で流される前の状態復元した後でそれをコンキャットしてevalすると全てのフレームが実行可能な Ruby のコードになっているということが実現できます。次にコードではなくて状態の復元。一番上に Wave っていう文字、これも波打って動いてたんですけど、これの形、歪んでる形を使って波の状態がどうだったかっていうのを推定しています。
波は座標と時刻の関数になってて、今の時刻がいくつだったのかっていうのを推定するようにしていると。そして流される文字、この位置は今ここに表示されているものをそのまま使っています。でこの時に内部では文字の位置っていうのはフロートで扱ってたんですけど、それがイントに丸められてしまいます。なので完全に状態が復元できているわけではないんですけど、動きとしてはその止めたところから再開しているように見えるような、連続しているような感じで再開されるようになっています。こちらのコード、もう一つ言っておきたいことがあるんですけど、アニメーションするクワインっていうのはちらつくっていう問題があるっていうのは先ほど一番最初に言ったんですが、それに対してゴールドメダルクワイン2022年のあれは文字は動かさない、その代わり消す、そして復元すると、そういうアプローチで解決していると。今回のこちらのコードっていうのはそれとは違って文字は動いてしまうんだけど、動きに演出上の意味を持たせるっていうことでその問題を回避していると、いわば別解なんじゃないかなと僕的には思っています。はい、では次行きましょう。モーストデンジャラス。沖縄といえば海のアトラクションいろいろ遊んでほしいなと思うんですが、海には危険生物もいるんですね。なのでちゃんとそういうのも調べて安全に楽しんでもらえたらなと思うんですが、その危険生物の一つがうっすらと見える、実物もうっすらとしか見えないんですけど、クラゲです。ハブクラゲです。こちらのコードでは実行してみましょう。これを実行するとターミナルの中でクラゲが泳ぎます。これはただ泳いでるだけではなくて、マウスでクリックして遊べます。マウススクロールで上下に動かすこともできると。こちらはターミナル上でマウスのイベントを扱うような拡張機能を使っていて、例えばレスコマンドの使った時にマウスでスクロールできる、あれと同じようなものを使っています。なかなかいい動きをするんじゃないかなと。はい、まずはこの難読化パートを見ていきましょう。これなんとなくこれ点字が使われてるんですけど、点字も Ruby ではメソッド名として使えるので、これはメソッド呼び出し、それも定義していないメソッド呼び出しになります。あと大文字の begin というのが見える。Ruby は一番上からじゃなくて大文字の begin で囲ったところから最初に実行するっていう仕様があります。あとは大体なんとなくなんですけど、点字が外側にほど薄くなっているのが若干グラデーションかかっているのが見えるかなと思います。ちょっとこちらのプログラム、クラゲを動かすプログラムが点字の中にエンコードされています。このアイデアはトリック2022年の Y 原さんの作品からいただきました。そしてエンコードされているものをbegin の中でメソッドミッシングを定義すると、そういうふうなことをしてデコードの下準備をしているというふうにして復元してデコードして実行しています。あとは点字の中でも点が1つしかない文字8種類、要するに3ビット分の情報をプログラムの一番外側には使っていて、内側に行くほど使う文字を増やして情報量を増やしつつグラデーションが綺麗なグラデーションがかかるようにしています。では次、物理シミュレーションパート。クラゲの触手がいい動きしているっていうのは物理シミュレーションしてるんですよ。伸びない紐、伸びないチェーンで、それをするには内部でどこにどれくらいの張力がかかっているのかっていうのを計算する必要があるので、連立方程式を立ててそれを解いたりとかしています。そしてこの触手の計算なんですけど、一本一本それぞれ独立に計算できるんですね。Ruby で並行並列プログラミングしようと思ったらファイバーとかスレッドとかラクターとかいろいろあるんですが、今回は CPU を 100% 以上使ってみたいなと思ったので、そういう場合はラクターですね。はい、並列計算パート。ラクターを使ってデータのやり取りがオーバーヘッドになっても困るなと思ったので、触手の中のそれぞれの点の座標とか速度とかそういうのはラクターの中に閉じさせて外には出さないようにしました。で、入力としてクラゲにつながっている部分、触手の根元の座標が次どこに行くのかっていうものとマウスのインタラクションでどこにどういう力がかかるかっていう二次元配列の情報を渡して、ラクターの中では次の状態、触手の次の状態を計算すると。で
指定されたところに根元の位置を移動するのにどれくらい力が必要だったのかっていうのをアウトプットで返すようにしています。この力がクラゲの触手がクラゲの傘を後ろ向きに引っ張る力になります。あとラクターの中でレンダリングまで済ませてしまって最終的に点字にした時にどの位置にどういうビットを立てるのかっていうのをハッシュで返すようにしています。次、集約パート。こういうふうにそれぞれ一本一本触手計算した後でそれを使って触手がクラゲの傘をどれくらい後ろに引っ張るのかっていう力を使って次はクラゲの傘の状態を更新しています。そんなふうにこの触手が後ろに引っ張る力を使っているのでこんなふうに触手半分ちぎってやると残ってる方だけ後ろに引っ張られるので自然にそっちの方向に曲がるというのが表現できたりマウスで引っ張った時にクラゲの傘まで引っ張られるとそういうのが再現できるようになっています。次にクラゲの傘の部分をレンダリングしてあとはそれぞれクラゲの傘触手レンダリングした結果こういう点字を2つマージします。ハッシュドットマージでビットのオア演算使ってマージして最終的にこういうのを出すとこういうふうにやってます。じゃあこうやった結果どうなったのか。このプログラム時間調整のためにスリープを挟んでいるんですけどスリープを無効化するとこんなふうにめちゃくちゃ速くクラゲが動きます。ロケットみたいに。で CPU 使用率を見てみると240から250と 100% 以上使えているなと。はい、ちゃんと CPU を使えていましたと。なんですが CPU たくさん使えているのっていうのとこのプログラムが効率的かっていうとそれは話が別ですよね。どっかにオーバーヘッドがすごいあったりするかもしれないしどっかがボトルネックになってるかもしれない。こういうのはただ推測するだけではダメでちゃんと測りたいですよね。そういう時に必要なのがプロファイラーです。今回プロファイラーの発表も3つくらいあるので気になるところですね。はい、では次モースト鍵エッシュ最も鍵らしいプログラムそれがこちらです。どっかで見たような2024のマークが見えると思うんですけどこのプログラムをもむろに IRB の設定ファイル .irbRC に移動して IRB を立ち上げるといつもの IRB がすごく鍵らしい色合いの Ruby のインタラクティブシェルになります。はい、でこちら IRB リラインにはリラインフェイスっていう色をカスタマイズする API が今年 0.4 から追加されたんですけどそしてそのカスタムのテーマもいくつか RubyGems に公開されているんですが今回のこのモースト会議主なプログラムはそれよりももっとモンキーパッチを当てて無理やりもっと劇的にカスタマイズしているものになります。 IRB テーマ RK2024 で公開しています。この部分がリラインの内部のデータ dialog.contents とストリングの配列になってるんですけどそこに無理やりターミナル上で使える色のエスケープシーケンスを無理やり挿入するっていうことをしています。そして別のスレッドで 0.1 秒おきに先ほどの色を無理やり挿入するっていうことをやった後でリレンダーメソッドを読んで強制的に画面更新していると。さてリライン 0.4 系まではたくさんレンダリングするメソッドがあったんですよ。こんなふうにその中にはIRB で複数行入力したときに最後に1行追加したとき専用の描画命令とかがあったりしました。でそれらの中から適切なものを読んでやらなきゃいけなかった。でそれに失敗してるっていうバグもあったりしたんですが 0.5 系からはリレンダーメソッドっていうのをさえ呼べばよくなったんですよ。最後にレンダリングした時の差分を自動で探してきてその変更になったところだけを描画するようになっています。なのでターミナルの画面を強制的にクリアすると動いているところだけがレンダリングされているのが見えますよね。あとは変更があったところが描画されると。内部の状態を変えてリレンダーメソッドを呼ぶとそれだけでよくなったシンプルになったんですよ。それによっていろんなバグも減ったりしていると。つまりこのモースト会議主なプログラムっていうのはリラインのリアーキテクチャがなかったら実現不可能だったと。でこのリアーキテクチャで 0.4 系の最新と 0.5 系の最新で750行くらい行数が減っています。リブ以下のプログラムが。何が言いたいかっていうと
IRB リラインっていうのはちゃんと改善していってるんですよ。最新版を使ってくださいそして Ruby っていうのは IRB リラインに限らずデバッグだったり型検査、型推論、 LSP とかそういう開発者体験を向上するような取り組みもしている人もたくさんいると。それらの成果が聞けるっていうのも今回の見どころの一つなんじゃないかなと思います。では最後にモーストエターナルなプログラム、それがこちらです。 Sixel.rb っていう普通の Ruby のプログラムのようなものと Mincer.rb っていうちょっと変な形しているプログラムがあります。ではこちらのプログラム実行するとターミナルの中で沖縄の伝統的なミンサー織りの模様が生成されていきます。でこちら再度実行すると実行するたびに違う模様を出すようになっています。色も2パターン用意していて、でこちらターミナルの中で画像を表示するっていう拡張機能 Sixel グラフィックスを使っていて、沖縄の伝統的なミンサー織りの帯を無限に織り続けるっていう意味でモーストエターナルとつけています。ミンサー織りっていうのはあらかじめ糸をつけた色を塗り分けた縦糸に対して横糸を通して作ってるんですけど、そうすると拡大した時に何かしら幾何学模様のようなものが見えてきますよね。そういうのを書くためにプログラムで書こうと思うと、簡単な例、こういう格子模様っていうのは数式で書いてもこれくらいので表現できると。プログラムで書いてもそんなに長くならない。でさてこちらの数式なんですけど、ちょっとサインとかを足してやるとこういう模様になります。はい。プログラム Ruby のプログラムにすると大体左のこれくらいの分量のコードで二次元変面を0123456と塗り分けることができる。この番号っていうのは糸の番号、左から何番目の糸なのかっていうのを示す番号になっています。糸の番号が分かればその場所のその糸の色が分かるので、その場所の何色で塗ればいいか分かりますよね。そういうふうにその色を塗り分けていきます。あとは途中で糸の色が青から白に、白から青にって変わるところは糸の番号と Y 座標を使って白か青なのかその中間色なのかっていうのを決めています。あとは影の部分、それぞれの塗り分けた領域の中で右端とか左端はちょっと暗いとか上下はもっと暗いとか、そういうふうに影の色をつけていると。そして最後にランダムな歪みを乗せて横糸のこれがちょっと緩かったとかきつかったとか、そういうものを表現してより本物っぽく見せるようにしています。そして色、Sixelでは256色しか使えないんですよ。なのでその256色をうまいことどういうふうに割り当てるのかっていうのが大事になってきます。今回は8本の糸を用意してそれぞれの糸の影の部分、明るい部分と32回値を用意しました。そして8本の糸のうち4本をメインのカラー、赤だったり青だったりと白の間の中間色に使っている。残りの4本をちょっと近いけど別の色、アクセントカラーに使っています。さて最後に糸の配置、このミンサー織りの特徴的なこの4つと5つのこれをどこに配置するのかっていうのをまず最初に決めて、空いている領域を適当に領域分割しました。でそれぞれでこの領域では1色の糸を使うとか、この領域では2色の糸を交互に使うとか、この領域は糸をランダムに選ぶとか、そういうふうに糸の色の配置を決めました。そんなふうにすることでいろんなパターンが作れるんですね。どれか実物一つ欲しいなと僕も思います。はい、さてそんなミンサー織りなんですけど、実は込められた意味があるんですよ。5つと4つの模様に5つ4つの語呂合わせでいつの世までもずっと末永くと、そういう願いが込められているんですね。つまりモーストエターナルなコード5つと4つと Ruby、 これを織りなすこのプログラムに込められた願いが一体何なのか、これはちょっと口にしなくてももう皆さんなんとなく分かるんじゃないかなと思います。はい、はい、これで6作品出揃いました。どれか気に入った作品はありましたか？後で
GitHub にまだなんですけど後で公開します。これで一人トリック2024は終了です。じゃあ最後にスペシャルサンクス。こういうふうに僕が Ruby ですごく遊んでいるというのはいろんなものに助けられてのことなんですよ。まずマッツが Ruby を作ってくれた、すごい素晴らしい言語を作ってくれた。そしてその Ruby が毎年毎年良くなり続けていると。機能も増えるし性能も速度も上がっていると。そうじゃなかったらクラゲはあんなに滑らかに動かなかったかもしれないと。他にも Ruby を使える状況っていうのがすごく広がっているんですね。デバイスだったり分野だったりと。本当にありがとうと言いたい。本当はもっともっとたくさんのものに支えられているんですが、今は人に注目しましょう。Rubyist。そういう活動をしている Rubyist たちがいるんですよ。そしてそんな Rubyist たちの発表を聞ける会議なんでしょう。そう、Ruby 会議がもう始まってるんですね。皆さん Ruby 会議楽しんでいきましょう。そしてできたらあとできれば奇妙なコードを書くことも楽しんでいきましょう。